まだいけるな。はい、おはこんばんは、オリーブです。今回は、この車載工具のパンタグラフジャッキでハブベアリングの交換をしていこうと思います。抜けちゃってますね。よーし、作るか。はい。ということで今回はどの車にも搭載されてる車載されたこのジャッキでナックルのハブベアリングを抜けるか試していきます。なんでこんなことを思いついたかというと、普段タイヤのビード落としとか簡易的なプレス機として使っていたので、こいつできるぞ。ならハブベアリング抜けるんじゃねということですね。しかも車載されたジャッキなら誰でも持ってる、どこでも使えるってことで、そそるぜこれは。始めていきます。この純正のフロントのハブベアリングを変えていきます。こんな感じになってますね。オーライオーライ。はい、まずは被験者を招き入れて状態の確認。タイヤにガタつきがあるんですよね。そしたら外していきます。緩むかな。緩んだ。マキタのインパクトすげえな。はい。ということで、これが取り外したナックルなんですが、ここの部分が、こんな感じで、わずかですけど、ガタついています。なので、おそらくハブベアリングが摩耗してるんじゃないかなという感じですね。それでは、パンタさんのサポートアイテムを作っていきます。設計図ができたので、参考にしてください。よーし、作るか。誰が書いたやつだよ。めっちゃ油かかった。完成しました。自作のプレスとプレス機のスペーサー、それからギロチンプーラーができましたね。そしたら自作した工具でナックルからハブを抜いていきます。どうやってプレス機にセットしよう。どうしよう。考えてなかった。はい、ということで、鉄板を2枚切り出してきました。これを使っていきます。はい、最終的にこんな感じでセットしてみました。そしたらジャッキを回してハブリングが抜けるかやってみたいと思います。実験開始。抜けなそう。無理だな。失敗しました。はい、これ失敗の原因なんですが、ナックルを支えてる鉄板と作ったこの枠がパンタさんの力に負けて曲がってしまうんですよね。で、パンタさんの力自体はどうかというと、これを見てもらうとわかるんですが、鉄板の塗装が剥がれていくほど力強かったです。なので、枠を2セット作ってつなげて強化すれば、もしかしたらいいところまで行ったのかなと。でも、回してる感じは無理そうな感じでした。この後もしっかりと固定して回してみたんですが、やはりベアさんはナックルさんに引きこもってました。一旦パンタさんは置いて別のサポートアイテムを作っていきます。はい、自作のプレス機で無理なので、ハブを抜くために、このアングルにボルトを通して、ホイールナットを締め込んで、このハンマーの絵ですね。うちのハンマー調子悪くて、簡単にハンマーの絵取れちゃうんで、そんなハンマー危ないですけどね。それをはめて、こんなサポートアイテムができたので、試していきます。こんな感じで引っ張ってハブが外れるかやってみたいと思います。ナックルを車体に戻します。じゃあやってみます。ハブベアリングは叩いて抜くか。こっちの方が100倍楽。結局ハンマーでハブベアリング抜いたんですが、こっちに残ってるベアリングぐらいだったら自作のプレス機で抜けるんじゃないかなということで試しにやってみます。そしたらプレス機にかける前にサークリップを外していきます。このクランプを使いましてサークリップが抜けましたね。パンタさんでリベンジです。実験開始パート2。
ということで炙ったり叩いたりしたんですが、結局ダメで、両脇から適当な金具を挟んで、インパクト側にダブルナット、反対側にナット単体を取り付けて、ボルトを締め込む力で矢印の方向に抜けるか試して、失敗したので思いっきり叩きます。はあ、抜けた。はあ、もうパンタの話は忘れて。はい。ということで、ナックルからベアリング抜けましたね。で、こんなことはどうでもいいんですよ。次は、この抜いたハブベアリングのインナーレースが自作の工具で抜けるかやってみたいと思います。こいつの仕組みはシンプルですね。なんかカタカタやってますね。ボルトを締め込んで固定させたいんですが、この金具がグラグラいって使い物になりませんね。インナーレース抜けましたね。グラインダーってすげえな。そしたら今度はナックルにハブベアリングを入れていきます。いろんな考え方あると思うんですが、エンジンオイルを薄く塗ってから入れようと思います。そしたらここにベアリングを入れていくわけですが、ベアリングの方冷凍庫でめちゃくちゃ冷やしてあるので、おそらくスッとそのまま入るんじゃないかなと思います。取ってきます。意外と入んねえ。やばい。エレガントに決まらないな。叩いて入れる？両方からアングルとボルトで留めてベアリングを圧入できるかやってみます。左側がこんな感じで、右側がこんな感じですね。何これ？この手だけは使いたくなかったんだけどな。何ですか？何ですか？はい。そしたらこの2日間寝かせていた中途半端なナックルのベアリングを圧入していきます。負けじゃないですからね。負けじゃないです。これはリスペクトとはいえ初めて使うからな。これどうしたらいいんだ？あとちょっとかな。怖いな。曲がってるじゃん。曲がっちゃいましたね。これは使い方が悪かったな。こいつのここの出っ張ってる部分をここに当てながら使っていたので曲がっちゃいましたね。本当は当て物をしてやるべきでしたね。めちゃくちゃな方法ですが、なんとかベアリング入りましたね。そしたらサークリップつけていきます。そしたら今度はハブの方を入れていきます。やっちゃってるよ。やっちゃってるね。ナックルのこの置き方はベアリングを買い直すことになるのでやめてください。理由はね、後ほどわかります。38mm のソケットで押し込んでいきます。押しすぎてベアリングのところ抜けちゃってますね。オリーブの頭が抜けちゃってるんじゃないですかね。はい。そしたらハブを無事圧入できたので組み付けていきます。大丈夫だよね。カタカタいってないよね。よかった。治ったな。よし、終わった。はい。ということでいかがだったでしょうか？今回はハンマーと油圧はすごいという話でしたね。プレス機って本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。実はエブリーエンジンの警告灯がついていて、多分マフラーも交換しないとダメなんですよね。
ただあんまり車の作業するとボートの偽装の続きができないのでどうしようかなーって迷っています。はい、どうでもいいことなんですが、いつも壊れた三脚に蚊取り線香をこんな感じで針金で吊るして使っているんですが、1日放置するとこんな感じで広がって歪みますね。なんか面白いなって。あよし、今日も作業始めるか。チャンネル登録やグッドボタンを押していただけるとすごく動画制作の励みになります。本日もここまでご視聴ありがとうございました。